世界の王イムの虚無権がルフィを貫くジョイボーイの素顔が正式に公開。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1188話の全貌が判明しました。タイトルは虚無です。まず今週の関東カラーですが、麦わらの一味と海洋生物たちが海で遊んでおり、とても涼しげでディテールに富んだ一枚となっています。例えばジンベエが通り過ぎると、サメたちはボスに会ったかのように一斉に直立します。波が抱きかかえているウミガメは王冠をかぶっており、その王冠のマークは波の十字架に似ています。チョッパーは泡にぴったりとくっついて滑稽な表情を浮かべています。そしてウソップは相変わらず一人水中で溺れかけ、ギャグ担当を全うしています。今話のストーリーは主に戦闘を中心に展開されます。この話はイムの短い回想から始まり、彼はジョイボーイを思い出します。シーン内のセリフはどうやら電話のようで、ジョイボーイは電話に出た後、相手の正体を尋ねています。ここで一部のセリフが意図的に隠されており、ジョイボーイは最後に自分の称号を名乗ったようです。このことから推測すると、電話をかけた相手はイムである可能性が極めて高いです。画面の中でジョイボーイの顔は半分隠れており、小田先生はこの陰影のためにわざわざレンブラントライトの効果を描き込んでいて、非常に凝っています。この話の内容からジョイボーイがルフィではないことはほぼ確実と言えます。2人の戦いが直ちに始まります。イムはマキを利用して腕を強化し、その後ルフィの頭部に向けて一撃を放ちます。ルフィは素早く首をかしげて避けますが、マキはまるで生命を持っているかのように空中で直接軌道を変えて追尾してくるとは予想していませんでした。このシーンはかつてルフィがギア4の形態で使った追尾能力を持つ大蛇砲と非常に似ています。イムの2化形態に対する技として彼が相手の能力を熟知していることは明らかです。この一撃の威力は凄まじく、物理的な爆発を引き起こし、ルフィは完全に空から叩き落とされました。イムの腕は絶えず伸び続けているようで、ルフィを地面に深く押し込むまで続き、その能力は非常に桁外れと言えます。第2ラウンド、全身を黒焦げにされたルフィが戦場に復帰し、イムに向けて再び拳を振るいます。しかしイムは瞬時にルフィの背後に回り込み刀で突きを放ちますが、ルフィも同様に一瞬で回避に成功します。カタクリがこの光景を見たら大いに安堵することでしょう。イムは素早くルフィの位置を索敵し、ルフィのゴムゴムのガトリングが棒雨のように襲いかかりますが、すべてイムの回転する刀によって防御されます。ルフィは猛烈な攻撃を繰り出しましたが、体力を一部消耗したものの、実質的な効果は得られませんでした。イムは裏手でマキを放ち、ルフィに爆撃を仕掛けます。ルフィは一時的に森の中に退避しますが、マキはまるで生き物のようにすぐさま追尾してきて、ルフィを驚かせ、反撃せざるを得なくなります。再び攻防が繰り広げられた後、マキはすべて振り払われ、森の中で再び激しい爆発が起きました。農園の中、ルフィは巨大なランプの魔人の姿へと変化し、空へ飛び上がります。この形態は非常に奇妙で、思わず願い事をしたくなるような錯覚すら覚えさせます。この時、みんなはロキの姿を発見しました。ルフィはロキに挨拶をしますが、イムは即座にマキを凝縮し、ロキに致命的な一撃を与えようとします。ロキはラグニルに早く逃げるように指示しますが、ラグニルはロキを守るために毅然として彼の前に立ちはだかりました。さすがは勇敢なリスです。決定的な瞬間、ジンベエが間に合い、魚人空手でマキをすべて直接防ぎ止めました。ルフィはジンベエの姿を見て、ロキたちの保護を彼に託します。ラグニルは崇拝の眼差しでジンベエを見つめていました。傍らではブルックたちが依然として氷の塊の前に止まっており、軍子はもうすぐ回答されそうです。この時、イムは何かを言ったようですが、セリフは隠されています。その後、魔人形態のルフィが突然力を込め、イムに向けて一撃を放ちます。しかし、この一撃はやはりイムに片手で防がれてしまいます。続いて、イムは再び月魔剣を発動し、精密誘導能力を持つマキレー弾を放ちます。今回、炎はルフィのヒゲに燃え移りました。ルフィは緊急に形態変化を解除し、危機一髪のところで攻撃を避けました。イムは引き続きマキを操って追跡し、ルフィは対空能力を失って地面に落下、イム本人もそれに続いて追撃してきます。彼の手にある薙刀はマキの塊へと変わった後、称賛します。
その後、イムは背後の目から虚無剣という名の新しい武器を具現化させます。この武器の造形は、権力の間にある虚の玉座の前に刺さっていたある武器と非常に似ています。ここからの推測として、ある一つの可能性について議論しました。もしかすると最初の20人は皆、何らかの制約を通じてイムの力に変換されたのかもしれません。この虚無剣は周囲の生命力を飲み込む特性を持っているようで、そばにあった一本の木がその影響で瞬時に枯れ果てました。イムが軽く振りかざすだけで、広大な森がそれに伴って枯れ落ちました。これによりルフィは完全に身を隠す場所を失い、追尾してきたマキがついにルフィに命中しました。その後、イムは前に出て致命的な一撃を加え、虚無剣でルフィを直接貫きました。このシーンの出血量は相当なもので、強烈な視覚的圧迫感をもたらしました。過去を振り返ると、ルフィを最初に貫いた男は、最終的にインペルダウンに収監されました。言い換えれば、もしこの剣が生命力を抽出できるのであれば、ルフィのギア5形態は強制的に解除させられるかもしれません。イムは明らかに2課の能力を熟知しています。彼の技の随所に国性が存在しており、世界の王の実力は確かに桁違いすぎます。しかし、彼らは神の国との約束を破ったか、あるいは他の方法で革新的な機密を盗み出し、長期間潜伏して古代エネルギーを再び見つけ出す機会を待ち、神の国への帰還と再び神の座につくことを企てている。長い歳月が流れるにつれ、神の国は次第に神話や伝説へと変わり、地上の世界も徐々に活気を取り戻していった。全体的な科学技術の水準は第一の世界には及ばないものの、時代はすでに新たな変化をはらんでいた。いわゆる森の神は魔を使わせたというのは、さまざまな超自然的な能力が悪魔の実という形で世に降臨したことを暗喩している。悪魔と神が対立するという設定は、本質的に悪魔の実が代表する超自然的な能力と古代の科学技術の力との間の激しい衝突を象徴している。能力者同士の争いが日増しに激化するにつれ、一部の国々は稀に大陸の奥深くから古代の科学技術の遺物を発掘し、リバースエンジニアリングを行うことで、さらに強力な力を掌握していった。エルバフの深部に残された古代遺跡こそがその名称である。巨人族はおそらくその中の一部の技術を解析しただけで、太陽石や霧の船といった神事が対技術を手に入れたのだろう。同様に、水の都で建造された戦艦プルトンも、古代の科学技術体系が部分的に再現されたものである可能性が極めて高い。古代の技術の秘密が暴露されたことで、人々は競って第一の世界の遺産を探し求めるようになり、それによって科学技術はある程度の復興を遂げた。遺憾なことに、人類は強大な武力を手に入れた後、再び資源をめぐる果てしない戦火に陥り、同じ過ちを繰り返し、欲望の渦に巻き込まれ、種族間の奴隷化と抑圧も絶え間なく続いているのだ。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。